はい、こんにちは。今日はね、サイドカーやっていきたいと思います。ここ最近で資材がいろいろ集まったので、この辺を乗せて陸上を移動できる乗り物が欲しいということで、行ってみましょう。まず前回の水上スクーターをベースにするので一遍分解します。これその前の戦闘用スクーターを設計図から復元するかは迷ったんだけど、細かい箇所とかをしれっと改良してるんでね。でもちろんタイヤも以前使ってたものを復元することもできるんだけど、せっかくなので今回はより高性能なタイヤを使います。これね、公式ディスコードにあるなめらかタイヤバージョン3なんだけど、プリミティアでは人が作ったものでも設計図のフォルダーに格納することで使うことができます。ちなみにクエスト単体版だとここですね。もちろん材料は必要なのでちょっと集めに行ってるんだけど、あったあった。この前噴気口から持ってきた硫黄生ゴムはその辺にいっぱい生えてはいるんだけど、むしろさっきの海岸の近くに生えてたんだよな。こいつは一遍置いといて、よし、あったあった。どのくらい必要になるかよくわかんないんだけど、適当に手で持っていけるくらいでいいでしょ。で、これでゴムができましたと。他の素材はもともと荷物にあったので、これでひとまず2輪分で、このタイヤは固定される設計で作られてるので、まず前輪は空回りするようにベアリングをくっつけましょうか。ちょうど真ん中になるようにくっつけたいんだけど、まあだいたいこんなもんか。で後輪はモーターの軸に固定しないといけないんだけど、このベアリングの外輪とモーターの軸は直接はくっつかないので、ゴム板でも挟んどきましょうかね。こっちもちょうど真ん中になるようにしたいんだけど、まあこんな感じでいいでしょう。で今回はこの後サイドカーの側車を作るわけなんだけど、この段階でちゃんと動くかどうか確認しときましょうかね。タイヤを細くしたので自立しなくなってるんだけど、側車をつければ安定するかな。とにかくいざファイヤータイヤが以前と比べて直径が大きくなってるので、単純に1回転あたりの外周が伸びた分スピードが上がってるのと、水上用に改造した時に電池を3本に増やしたまんまだったので、かなりスピードアップしてますね。平地では約時速40キロくらい出るのが、普段使いにはちょっと速すぎるんだけど、この辺の調整は後で考えるか。タイヤ自体の性能も滑らかで頑丈とはいえ、高速で石を踏んだりするとさすがに壊れるか。はい、じゃあここに側車をつけていきます。単純に荷物が乗るような台車をつければいいわけなんだけど、ソーラーパネルそのものが荷物でもあるし、こいつを外装として使いつつ、ある程度形を考えながら作ってます。で、側車のタイヤは
デザイン的にはもっと小さい方がいいかなとも思ったんだけど、タイヤの大きさを合わせとくと地面への安定感が高くなるので、これはこれでいいかな。これで試運転してみると、左右のバランスが違うので、直進するにもしっかり掴んでないといけないのと、左に曲がるときはいいんだけど、右に曲がるのが難しいかな。とはいえ、リアルのサイドカーもその辺の扱いにくさはあるらしいので、うまいことリアルを再現できてるって意味ではむしろいいポイントだし、扱いにくさも思ったほどではないですね。あと、今配線をうまいこともがれたせいで動かんくなっちゃった。まあそんなこんなんで若干いろいろ試してるんだけど、これね、側車側の車輪で本体の後輪が浮いちゃってますね。変形三輪なので坂道での設置に不安ありかな。あと高速時は衝撃が大きくなるので、これを慣れで制御できるかどうか。どっちにしろ走行はもっと増やしてみるか。若干調整したとはいえ、結局当たり具合でダメージは変わってくるんだけど、結構いいんじゃないかな。このぶつかり方で平然と走れるのは効果があったと見て良さそう。それよっか、今操作系統に問題を感じてて、この操作パネルは前回作ったスイッチを一度入れると入りっぱなしになる仕組みなんだけど、陸上だと坂とか障害物でオンオフによる加減速が必要なシーンが多いので、これバイクには良くないかもしんない水上みたいに平坦な場所では長時間手で掴み続けるのは疲れるので、そういうところではメリットがあるんだけど、これは元々のトリガースイッチ単品で掴んでる間だけオンの動きの方がいいかもしんない。とかなんとか言いつつも、スタート地点まで到着しました。いや、全然目標にしてたわけでもないんだけど、はい、とにかくおおむねちゃんと動くことは確認できたので、あとは細かい部分を調整していきます。まずさっき言ったように操作パネルを改造したいんだけど、その前にバッテリーを後ろに移動させます。っていうのもね、前面はスペースが少ないので、ここにいろいろ配線してると漏電とかに気をつける必要が出てくるんだよね。ここで必要になるのがトランジスタの通常型。これは横から電気が通った場合のみオンになるので、コックピットからはオンを伝える信号だけを送る仕組みにしといて、バッテリー自体は後ろに積む。こうしとけばコックピット側はシンプルな作りにできるし、後ろはもうちょい拡張する余地ができるってな算段です。よし。で、坂道に引っかかるケースもあったので、側車側にもモーターを積みましょうか。コックピット側は右手側が空いたので、こっちに側車側のモーターをオンにするスイッチと、その分の配線をつけていきます。で、ソーラーパネルは現状飾りだったのを、ここに予備バッテリーを配置して、そこに充電できるように配線していきます。つながってない部分は
合金で配線しとけばちゃんと相互に電源供給できるはず。後ろの方にも予備バッテリーと予備バッテリーからの給電の配線をつけといて、これでほっといても充電できますね。念のため動かしてみると、ちゃんと動くし、操作性が随分良くなりましたね。後輪と側輪のスイッチを分けたことで、加速する方向を使い分けることができるようになったので、かなり方向転換時のアシストが効きます。はい、ちゃんと動くところまで確認できたので、あとは荷物を積んでいきます。ちゃんと蓋が開くような仕組みを作ってないので、蓋を手動で開けて積み込む感じですね。やむを得ないときは上に積むこともできるんだけど、その場合はソーラーパネルの効率が落ちます。刃物とかは狭いところに入れようとすると何にぶつかるか分かんなくって危ないので、リアキャリアに乗せときます。ここにある分はこんなもんなんだけど、あっちの方にも置きっぱなしになってる荷物があるので、ちょっと移動します。まあ全部が全部使う荷物かっていうとそうでもないんだけど、今やりたいのは実運用テストですね。火薬とかニトロセルロースはビームとかを食らいにくいように内側に入れときたいんだけど、いっぱいいっぱいかなとにかくなんやかんやいろいろ積み込んだので、これで実運用試験行ってみましょう。いざ。なかなかいい走り。この結構な荷物を乗せた状態でこの辺をぐるっと回ってさっきの基地まで帰るような動きをしようと思ってます。まあ単純にお散歩ツーリングみたいな感じですね。おっと、ちょっと曲がりきれずに木にぶつかっちゃったんだけど大丈夫、走行には支障はないですね。で、出力は最終的にメインである後輪が電池3本、サブである側輪は2本にしてあります。映像では地形とか障害物とかで加減速しながら進んでるんだけど、おおむね時速30キロ台で走ってます。最高速度はもっと出ると思うんだけど、この辺じゃ怖くて出せないし、このくらいで十分ですね。サブ動力をつけた時点でメインは1本減らしても問題なかったはずなんだけど、この辺は今回バッテリーの本数を抜き差ししやすいように改良もしてるので、気が向いたら変えるとかにも対応できますね。おっと、途中若干ぶつかったりもしたんだけど、側車側の外装が少し破損しただけで全然大丈夫ですね。そんなこんなで無事に帰ってくることができました。ということでサイドカーやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。単純に荷物を積載できる乗り物が欲しかったんだけど、予想以上にいい動きをしましたね。で、ポテンシャル的にいつでもスタート地点に戻れる性能を見せびらかすこともできたんだけど、それよっかさっき途中で見つけた交渉、まだこの辺でもレア素材の入手漏れがありますね。なのであれを壊すための武器が欲しいかな。
ということで、次回は大型ブレードやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。